一回賛成側のちっちゃいちょっとすごいなんかできる人っていうか、みんながみんな足並みを揃える必要はないんじゃないかなっていうので、けど確かにそのみんなで一緒に合わせるのは必要だからっていうので今ここのちょっと賛成っていうのにしました。反対の意見聞きたい。びっくりしちゃったこんなにそうね、私が思った理由としては、なんか飛び級制度としてその個人の学力に合わせたものが提供されるっていうのはすごい大切だと思うんだけど、今の日本で飛び級制度が導入されるにはまだこう全てが整ってないんじゃないかなと思っていて、私自身がちょっと田舎出身で、やっぱり大学になって東京とか都心に出てきた時にいろんな高校出身の子の話を聞いて、なんかそれって都会にいたからできたことだよねって思っちゃったことがあって、でそれが文化的資本と言われるものたちが全ての日本の高校生中高生が享受できるのかって思うと必ずしもそうじゃないよなと思っていて、導入できるところではすればいいと思うんだけど、日本で全ての小中高が取り入れるのにはまだ整ってないんじゃないかなと思って反対にしました。移動します。なんか最初はやっぱり学びたい意欲がある人ってやっぱりそれぐらい同じモチベーションの人と同じ環境にいた方が学ぶのも楽しいし、もっと自分のやりたいことができるから、飛び級制度っていい制度だったなって私は思うんだけど、今みずはちゃんの話聞いて、意欲がある人とかできる人はどんどん上に行く、それは全然いいことだけど、学力とかってその文化的資本って言ってたけど、その家庭の経済力とかお父さんお母さんの教育への関与みたいなのをすごい表すことだから、格差がすごい目に見える形になっちゃってどんどん開いていって、それが社会にもどんどん影響していって、格差社会が広がるみたいなのを想像してちょっと移動しました。なんか自分こういう言葉使うのあんま好きじゃないんだけど、飛び級制度っていうのはなんか多様性の表しでもあるんじゃないかなって思ってて、例えば大学とか入ったらその同じ学年に違う年齢の子たちがいるなんて当たり前じゃない、でもそれって多分大学入ったら当たり前だって思うかもしれないけど、自分が思うにそういった多様性って小中高からも存在しててもいいんじゃないかなって思ってて、例えば自分自身今年の6月前半ぐらいまでずっとカナダ行ってたわけよ。でその前にイギリスも留学行ったことあるし、その2つの共通点として2つとも飛び級制度が存在してた。だからその同じクラスに年下の子がいるとか、同じ学年の子でその1個上の学年のクラスの数学の授業を受けてるなんて当たり前だったわけよ。文化的資本とかもちろん言ってたけど、結局学びたいっていう子たちはたくさん学びたいって思うし、なんか学びたいのであれば学校外部で学ぶこともできるかもしれないけど、結局全ての勉強って結局広い範囲をカバーするわけであって、それをその自分たちの個人時間っていう区切られた時間をその学校のやつに追加してやるなんて結構ハードだから、こんなことも学べるのじゃあ今の勉強を早く終わらせて次の学年早く学びたいっていう思う子たちも増えるかもしれないから、そういう学びたいとかそういった意欲を持ってる人たちのためにもそのなんか選択肢として飛び級制度はあった方がいいなって思うし、それのなんか格差っていうのもあるかもしれないけど、もうなんか格差って思わないぐらい多様性っていうか、もうそれを当たり前にしちゃえばもう最高なんじゃないかなって自分は思ってて、だから飛び級制度はもう導入しちゃっていいと思います私1個思ったのは、その大学になったらさ、年が違う人がいるのが当たり前って言ってたけど、それって上の人がいるのが当たり前で下の人っていないじゃん、ほぼほぼ絶対。でそれってまた違うなと思ってて、上の人だとなんかさっきの学歴の話にもなるけど、上を目指すのが当たり前みたいな。だからそのための1年っていうのは大体みんなが共通認識として、その1年間は上を目指すための1年間みたいなっていうので上の人がいるのは理解できるけど、なん
かもしその大学に下の人が入ってきた時、自分より1個下2個下の人が同じ教室で学んでるってなった時にどういうものが生まれるのか、なんかデメリットはあるのかみたいなのはこう想像ができない。今まで経験したことがないから、自分がその下の人と一緒の教室みたいな。私は普通にシンプルに分かってるところをなんか、例えば小学校ぐらいの5年生ぐらいの勉強だったらもうなんか塾とか行ってる子はもう全部分かってるのにまた同じところをするのかっていうシンプルに時間の無駄だと思ってて、どんどん学年上げて新しい勉強して将来の時間を増やしたらいいんじゃないかなと思ってんと、あとまた社会に出た時に同じ同級生としか関わってこなかったら年上の子と年下の子の接し方が分かんない状況にいるので、飛び級制度を導入すればなんかそういう問題もちょっと解決できたりしていろんな人と喋れるようになるんじゃないかなと思って賛成にしました。僕一番こっちにいるんです行きたい。飛び級制度ってないじゃん日本には、けけど高校に行かずに資格だけ取っちゃって、友達でいるわ。でそのまま海外大に行っちゃうみたいな、そんなやり方ありなのみたいなって思って、なんかそういう風なこう話を聞いた時に、そういうのをちゃんと公式としてなんかできたらもっといいのになっていう風には思ってはいるところで、なんかいい加減日本以外でも出てもいいんじゃないのかなちょっと思ってはいて、どんどん海外に行く子もいるだろうし、日本に来る人も多分どんどん増えてくるよね。円安とかの影響もあるだろうし、なんかそういうなった時にこう飛び級制度があったら、なんかそういう子がこうみんなと合わせないといけないの息苦しいなとかって悩んでる子がいれば、そういう活動をするのは僕は全然いいのかなっていうふうには思っているから、結構賛成。逆に反対はあんまり理由が出てこないぐらい割と賛成かなっていう感じ。なんかまあ格差とかそのじゃあ教育のそのねレベルがあってあるけど、だってそんなさ、今日本がさ給料自体がどんどん下がってる、全体的にでもうおかしいじゃん。じゃあ基準をじゃあ平均値を揃えるんだったらじゃあ上がった方がいいと思うし、まあ生まれたとしてもやっぱこうトップで活躍する人たちが出てくれば日本の企業だって全部成長するわけで、なんかそういう風になったのがいいなって思うから賛成。年齢の話とかさっきの格差の話になった時に、結局飛び級制度っていう制度が出たらまあ任意だと思うんで、その任意っていうのはあくまでその飛び級をしない人ももちろんそっちを選んでいけるからで、それで社会に早く出れる人は早く出て、海外に行ってすごい早めにそういう道をたどったっていう人もいるように、さっきの話だけどあってすごいいいことはあるけど、あってマイナスになることっていうのがあんまり見当たらないなって。私は幼稚園が縦割りのクラスで、年長さんから年少さんまで、なんか上はなんか6歳ぐらいの子から3歳の子まで一緒のクラスっていう班で、小学校に入学した時にこう分かれるじゃん、小1小2小3っていうのが衝撃的すぎて、自分の中でなんで年齢で分けるんだろうっていうのは思ってて、すごいびっくりして。でも大学に入って大学のその授業が別にこう基礎クラスみたいなのがあんまりないから、こう大学院の人もいるし大学1年生もいるしっていうのを12年ぶりぐらいにそこに入った時に、なんか懐かしいと思ってなんか直感的に。でその時になんかこう生まれるものとして、幼稚園の時ってそんなにこう知識量に大差はないけど、大学生とかになったら、やっぱ院の人と大学1年生の人ってやっぱ差があるじゃん、どうしても。っていうところでこう生まれるものが違うなと思って、それもすごいいいなと思うんだけど、どうしてもなんか私がもし飛び級制度がある日本に住んでいたとして、友達が飛び級とかして自分だけ遅れてるみたいな思っちゃうのかなみたいな、その不安もあったりして、なんか飛び級制度がある国の人たちともそれが普通だと思うんだけど、なんかもし日本に導入された時に私はどんな不安を抱えるんだろうみたいな、っていうのはちょっと心配っていうか単純にそう思うかなって。